おはようございます。ケンです。今日は日曜日から今朝までに報道されたテスラのニュース、これを整理していきます。材料は結構多いです。モデル Y のアメリカでの値上げ、リアビューカメラのリコール、中国での FSD テストの拡大、ロボタクシー関連の事故報告、インド製造計画の見直し、そしてテキサスでのソーラー工場報道、今日もテスラに関する最新情報をお届けしますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず最初はモデル Y の値上げです。テスラはアメリカでモデル Y の一部のグレードを値上げしました。プレミアム RWD とプレミアム AWD はそれぞれ1000ドルの値上げ、パフォーマンス AWD は500ドルの値上げです。一方でベースモデルは据え置きです。ここで大事なのは全てのモデル Y を一気に値上げしたわけではないという点です。ここ数年、テスラは需要を支えるために値下げを続けてきました。その中で今回は上位グレードだけを値上げしています。つまりテスラが完全に強気に戻ったっていうよりは、価格に敏感な層は残しつつ、上位グレードでどこまで価格を上げられるのかを試しているように見えます。オーナー目線では新車の価格や中古車価格に影響する可能性はあります。投資家目線では値上げしても販売が落ちないのか、そして利益率が改善するのか、ここがポイントです。次はリアビューカメラの関連のリコールです。アメリカとカナダでリアビューカメラの表示遅延に関するリコールが報じられています。車両を起動してリバースに入れた際にリアカメラ映像の表示が遅れる可能性があるという内容です。リコールという言葉だけを見るとかなりネガティブに聞こえます。そして安全に関わる話なので軽く見てはいけません。ただ、今回の対応は基本的に OTA、つまりソフトウェアのアップデートで改善します。従来の自動車メーカーのように大量の部品交換が必要なリコールとは事業への影響が違います。オーナーの方は自分の車が対象なのか、アップデートが適用されているのか、こういったことを確認し、もし自分の車で必要だったらアップデートという形で対応されるので非常に楽だと思います。投資家目線では見出しのインパクトと実際の事業の影響を分けて見る必要があると思います。では次に行きますけれども、次は中国での FSD のテストドライバーの採用です。テスラが中国で FSD の展開に向けたテストドライバーの採用を始めたと報じられています。対象都市は上海、北京などかなり広い範囲となっています。これは重要です。中国はテスラにとって大きな市場ですが、BYD などとの競合も非常に激しいです。価格競争だけで戦うと利益率はどうしても削られます。その中で FSD のようなソフトウェア面で差別化できるかどうかっていうのは今後の重要ポイントになります。ただし、これはまだ正式な FSD の解禁ではありません。現時点では中国での本格展開に向けた準備、検証、データ収集の段階と見るのが自然です。つまり過度に期待しすぎず、でも無視もしない、この温度感で見たいニュースだと思います。次は FSD のバージョン 14.3.3 のアップデートです。今回アクチュアリスマートサモンの最高速度が時速6マイルから8マイルへ引き上げられたと報じられています。数字で見ると約 33% の改善です。このニュースだけで大きく株価が動くような材料ではありません。ただ、テスラのソフトウェアの開発を見る上では地味に大事です。FSD というと、ロボタクシーや完全自動運転のような大きな話に注目が集まります。でも実際にはこうした日常的な機能の改善を少しずつ積み上げていくことも重要です。今回のニュースは FSD 関連の機能が実用面でも少しずつ改善しているという見方でいいと思います。次はロボタクシー関連です。ここはポジティブとネガティブの両方があります。まず最初にポジティブ面ですけれども、こちらは先日もお伝えしましたが、ロボタクシー向けのメンテナンス拠点や運用体制の整備が進んでいると報じられています。これはテスラがロボタクシーを実際の運用に向けて準備している可能性を示しています。一方でネガティブな面としては、オースティンで発生した低速衝突事故が2件、これをテスラが NHTSA に報告したというニュースもあります。報道によると、事故は低速で乗客は乗っていなくて遠隔操作中だったとされています。なのでこれだけでロボタクシー全体を否定する話にはなりません。ただしロボタクシーは技術だけで成立するものでもありません。運用体制、安全性、
規制対応、事故が起きた時の説明責任、そして社会的信頼、この全部が必要です。今回のニュースはロボタクシーが前に進んでいる一方で、実際の運用にはまだ確認すべき課題があるということを示していると思います。次はインドでの製造計画についてです。テスラがインドでの EV 工場計画を断念し、小売中心のアプローチに切り替えたと報じられています。これは一見するとネガティブです。インドは人口が多く、長期的には大きな市場になる可能性があります。ただ、インドでは輸入車に高い関税がかかります。さらに現時点でのテスラの販売規模はまだかなり小さいとされています。その状況でいきなり大規模な工場投資をするのはリスクもあります。なので今回の判断は単純な撤退っていうよりは、今のタイミングではインドに大きな資本を投じる段階ではないと判断した可能性があります。成長市場への期待は少し後退しますけれども、無理な投資を避けたという見方もできます。最後はテスラエナジーです。テスラがテキサス州ヒューストン近郊で大規模なソーラーパネル製造工場を建設していると報じられています。この工場はメガパック関連施設と同じ敷地内に併設される可能性があるとも言われています。これは投資家にとって注目すべきニュースです。今日のニュースとして重要なのは、テスラがエネルギー事業で実際に生産体制を広げようとしている可能性があるという点です。車の販売は金利、価格競争、補助金、景気の影響を受けます。一方でエネルギー事業は蓄電池、電力インフラ、ソーラー、電力需要の増加と関係しています。もちろん今回の報道がどこまで具体的に進んでいるのか、これは今後の確認が必要です。ただ、テスラエナジーの動きは今後も継続して見ていきたいポイントです。はい、ということで今日のニュースをまとめます。今日のテスラでは大きく3つのことが起きています。1つ目は車の販売で価格と需要の調整が始まっているということです。モデル Y の値上げは値下げ一辺倒だった流れから少し変化が見えるニュースでした。2つ目は FSD とロボタクシーが実証と運用の段階で少しずつ前に進んでいるということです。中国での FSD のテスト、アクチュアリースマートサモンの改善、ロボタクシー拠点整備は前進です。ただし、自己報告や規制対応もあり、期待だけで見るのは危険です。3つ目はエネルギー事業で新たな動きが出ていることです。テキサスのソーラー工場報道はテスラエナジーの生産体制を見る上で重要な材料です。今日のテスラは強いニュースだけでも悪いニュースだけでもありません。だからこそ見出しで判断するんではなくって、今テスラで何が実際に起きているのか、これを一つずつ分けてみることが大切だと思います。はい、ということで最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は下げて現在404ドルとなっております。この400ドルのライン、かなり重要なのでしっかりと見ていきましょう。昨日の YouTube でチャート分析していますので、まだご覧になられていない方はご覧になってもらい参考にしてもらえればと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。お知らせがあります。6月6日土曜日に名古屋にあるテスラの中古車販売カスタムを手掛けるガレージ X さんに訪問することになりました。ぜひテスラのカスタムや中古販売、ラッピングなどに興味がある方は一緒にいかがですか？僕の方も朝一で名古屋に向かいまして、多分到着が11時ぐらいになりそうなので、11時ぐらいからお昼過ぎぐらいまでガレージ X さんのカスタムなどをいろいろと見学したいと思っています。一緒に行ってみたいと思われる方は僕の LINE の方から参加希望という感じでお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。